こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画は WPL ジャパンの B16 キットメタルエディションと B36 キットメタルエディションの紹介と組み立ての解説の動画になります。B シリーズっていうのは大きく分けると4輪駆動と6輪駆動があるんですけど、今回はこんな感じの6輪駆動のモデルですね。これともう一つ合わせて2つあるんですけど、それをですね、まとめて1つの動画でご紹介させていただきます。じゃあまずその2つのモデルがどんなモデルがあるのかっていうところからちょっと、説明させていただきたいんですけど、まず B16 っていうのがこのもう組み立て済みで完成してるんですけど、こちらになります。これが B16 で、もう一つが B36 っていうモデルがあるんですが、それは今回の動画でメインで作っていこうと思いますので、ちょっとまだ実物がないので写真で入れておきますね。はい、こちらです。こんな感じでシャーシは B16 と基本的には共通で同じものになります。ボディは同じく、ミリタリー系っていう感じなんですが、特に後ろが特徴的ですね。かなり大きくてもうめちゃくちゃ存在感があるんですけど、リアはこんな感じになってます。はい。というわけで、6輪駆動のモデルは2種類あるんですが、シャーシは共通になりますので、性能面では基本的には同じような感じです。ただ、B36 の方が形状的にですね、このリアのここの後ろの部分の高さがもう全然違いますので、強いて言えば、高さがある分ですね、こう、ロール方向、横方向の、横転のしやすさですよね。そういう面で言うと、若干不利かなっていうところがあるぐらいなんですけど、そもそもこの B シリーズの6輪のモデルを選ぶっていう時点で、そういった性能面の若干の違いっていうところを気にするよりは、もう見た目でですね、こっちの方が好きっていうので選んでいただくような感じで全然いいんじゃないかなと思います。はい。では続いて、ちょっと早めに注意点ですね。注意点についてお伝えしておこうと思うんですけど、全部で3つあります。まず全部言っちゃうと、キットモデルなのでメカ類は別途必要ですっていうのと、上級者向けですっていうのと、付属する組み立て説明図と実際のパーツや組み方が結構違うと。この3点があります。で、まずキットモデルという点について、これは他の動画でも解説してるんですが、C44 キットですね。C44 と同じで、送受信機や ESC は付属してませんので、別途ご用意いただく必要がありますと。で、その点については、詳しくはその C44 の動画で解説していますので、キットってどういうことっていう方はですね、よければ概要欄にリンクを貼っておくので、そちらを見てみてください。ちなみに C44 と一緒で、プロポセットと ESC 別途必要なんですけど、ステアリングサーボとシフトチェンジ用のサーボはもうついてきますので、それはご用意いただく必要はないですね。で、次に上級者向けっていう点について、これはもう単純にこの6輪モデルがですね、もう見ていただくと分かると思うんですけど、ここですね。ここのサスペンションがかなり複雑で、あとは当然メタルエディションになるので、このアクスル足回りですよね。この辺が全部メタルパーツになりますので、全体的に組み立てに関してはかなり難しい部類になるかなと。で、すでに何台か WPL のモデルですね。何台か持っていて、もういろいろいじって、WPL の水も甘いも知ってますと。特に水の部分ですね。水も甘いも知っていて、特にその水の部分の刺激がもっと欲しいですと。そういう、もうあれですね。WPL 廃人みたいな方向けの、もう、ラスボスみたいなモデルですね、これは。なので、ちょっと、この組み立てに関して、いわゆる初心者の方といいますか、そういう方にとってはかなり難しい、ものになると思いますので、基本的には上級者の方向けということでお勧めさせていただきたいと思います。はい。そして次、付属する組み立て説明図と、実際のパーツや組み方が結構違うという点についてなんですけど、皆さんご存知の通りですね、WPL の製品っていうのは海外製品なんですね。で、うちが日本の正規代理店ということで取り扱いをしているっていう形になるんですが、輸入製品のいい点悪い点もしっかり備えておりまして、いい点はやっぱりコスパが大変いいと。
そういった部分があるんですが、結構ですね、やっぱり製品クオリティっていう観点で言うと、もう結構ワイルドなところがいろいろとありまして、これが組み立て説明図の点で言うと、説明図の内容と実際のパーツが違っていたり、なんかちょっとそもそもこれ間違ってないみたいな、そういうところが結構あります。なので、うちも代理店という立場でそこをフォローする意味合いでも、こうしていろんな、今回の動画ですね、みたいに、解説動画を上げているっていうのも、あるんですけどね。で、B シリーズの特に6輪のモデルに関しては、この後実際に作りながら説明していきますが、もう結構ですね、マジっすかっていうぐらい取説と違うところがあったりしますので、その点もご購入前にですね、事前に把握していただいた上でご検討いただければと思います。はい。以上が事前に知っておいていただきたい注意点でした。では続いて実際に組み立てていきたいと思います。で、今回の動画ですね、メカ類の搭載はもう省いちゃって、あくまでもこのキットの組み立てのみでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとメカ類の搭載までやるともうめちゃくちゃ長くなっちゃうっていうのと、あくまでも上級者の方向けということでお勧めさせていただきたいので、その辺はやらなくてももう分かっている方が、多いと思いますので、もうこのキット組み立て、このキットだけの、メカ積みなしでの組み立てのみで、C シリーズだったり4輪のモデルにない、この6輪のモデルですね。この6輪のモデルならではの、難しい部分、ちょっと変なところとか、変わったところっていうのがいくつかありますので、そういう部分については詳しくやりつつ、その他のですね、取説を見れば、比較的簡単にできるでしょうというところはささっと進めていくような感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに付属する取説もですね、こんな感じで英語バージョンっていう感じになりますので、もちろん商品ページには注意点としてですね、あらかじめ記載させていただいてますが、日本語の取説は付属しませんので、そこもですね、ご注意くださいと。なので、余計にこの動画の方でですね、見ていただいて、もちろんご購入前の検討段階でもある程度見ていただきたいですし、実際に購入された後、組み立てるときにですね、この動画を見ながら参考にしていただきながら組み立てていただければと思います。で、最初にもちょっとお伝えしたんですけど、この B16、これはもう完成済みになりますと。で、今回の動画では B36 ですね。これが箱なんですけど、映らないですね。すごい大きい箱に入ってるんですよ。もう段ボール、普通の段ボール箱に入ってるんですけど、これはもう中身のボリュームがすごいところです。ちょっと出しながら見ていきましょうか。はい、こんな感じで、タイヤですね。タイヤが、スペアタイヤ含めて7個ですね。7個入ってます。で、もうキットなんで、こんな感じで、いろんなパーツが、こう入ってるんですよね。これすごいですね。これフロアですね、多分。荷台のフロアかな。でかいな。これボディのフロント部分ですね。キャビネットのところですかね。はい。ちょっともうすでに画面に収まりきってないですけど。これがメインフレームですね。めちゃめちゃ長いです。こんな感じで。めちゃめちゃ長いですね。これがこう、2本並んでフレームになるっていう感じですね。じゃあもうちょっと今広げながらざっくりパーツ見ようと思ったんですけど、もういっぱいになっちゃったんで、ちょっと組み立てていきましょうかもう。じゃあまずボディからですね。一応組み立て説明図の順番に沿ってやっていこうと思うんで、1番ボディですね。この辺から組み立てていきます。で、この辺は取説見ればなんとなくわかると思うので、そんなに詳しい説明はせずに進めていきつつ、ちょっと気になるところがあれば、声を入れるみたいな感じで進めていきたいと思います。はい、じゃあ、必要と思われるパーツ類ですね。ちょっと一通り今出してみたんですけど、こんな感じで。で、これもちょっと上級者向けですって言ってるんで、そんな説明いらないだろうって言われちゃうかもしれないですけど、一応このビスですよね。ビスは、これがナンバー1っていう一番 WPL で一番よく使うネジですけど、これがもう早速組み立て説明図見ると出てきてたんで、こういうですね、なんかパーツトレイ、もう100均とかに売ってるやつでいいと思うんで、こういう大型のものを組み立てるときは特になくしたりすると大変なんで、
面倒じゃないですか。あれがない、これがないっていうのは一番面倒だと思うんで、こういうパーツトレイみたいなものにどんどん、出していって、で、なくさないように、管理するといいんじゃないかなと思います。ここのフェンダーがちょっとややこしいかもしれないですけど、でも説明いらないか。一応図の通りですね。ここの爪をパチッパチッと入れつつ、こっちの棒が出てるところを穴にこう入れつつっていうのを、やって、はめ込みですね。こんな感じで。で、ここもはめつつっていう形で、入れていけば、こうネジ止めなしですね。こうパッチンパッチンと止める感じですね。はい、OK ですね。こんな感じで、もうはめ込むだけっていう感じです。こっちも一緒ですね。こんな感じで、均等にこうはめ込んでいくようにすると、うまくいきやすいかなと思います。一箇所だけ深く入れてしまうと、ちょっと他が入りにくくなりますね、ここは。こんな感じで均等にはめ込んでいけば、こんな感じですね。問題なく取り付けができるかなと思います。この辺もパチッとはめるだけですね。で、こっち側が、これをはめて、はい、とりあえずこれぐらい今進めたところで、特別難しいところはなくて、組み立て図をしっかり見ながら進めていけば、大丈夫かなという感じだったんですが、一応ですね、このヘッドライトの組み付けですね。ここだけちょっとやりにくいなと思ったんで、一応ちょっと、やっておくと、これですね。このライトのクリアパーツと、この枠のパーツ、これを取り付けていくんですが、これがまず、スリットがこう、シャシャシャって入ってるんですけど、それが縦になるような感じで、この爪ですね。この枠のこの爪のところ、これがこの向きにすると、こうぴったり入るようになってるんですね。このレンズのパーツがまん丸じゃなくて、ちょっと横がカットされたような形になっているので、それをこの爪に合わせてこう入れ込むような感じですね。で、こういう風にしつつ、ここにはめ込んでいくんですけど、結構きついので、片方の爪をこう入れた状態で、もう片方結構中にこうグッと押し込むようにして入れないと入らないですね。今かなり力入れましたけど、こんな感じでこうグッと入れるとパチッと一応入るんで、こんな感じで組み立てていただくといいんじゃないかなと思います。結構ここ難しいですね。あとはドアの部分もそんなに難しくないと思うんですが、一応ここですね。ヒンジになるようなところ。ここがこんな感じで C34 と似てますよね。C34、C44 ばらしたり組んだりしたことある方はわかると思うんですけど、ここにピンですね。ピンを入れて、でこのピンのパーツだけ結構全然他のパーツと違うところに入ってるんですけど、ステアリングサーボが入ってる袋の中に、あと板バネとかが入ってる袋の中に、探すと入ってますので、そこからですね、見つけていただくといいのかなと思います。で、あとはここですね。これをここにパチッとはめる感じですね。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じで、フロント部分ですね。ボディのフロント部分はほぼほぼ完成しました。で、あとは、こういう小物類ですね。この辺につけるやつとか、あとサイドミラーとかあるんですけど、この辺は組み立てるときに、最後にした方がやりやすいと思うので、結構これつけたまま組み立てていくと曲げちゃったりっていうのがあるので、一旦ですね、ここはつけずにこのまま進めていって、最後に全部完成した時にですね、シャーシも全部組み付けて、ボディも取り付けて、最後の最後につけるっていう風にしようかなと思います。はい、これで取説のこの部分ですね。この部分が終わったんで、今度3ページですね。ここに3って書いてあるんですけど、この部分、3、4か。3、4のあたりを進めていこうと思います。
この辺も基本的にはこの図を見ながらやれば大丈夫だと思うので、基本的には動画回さずに進めていって、もし気になるところがあればその都度言うようにしていきますのでお願いします。このパーツの取り付けすごいですね。これ今、床の部分に、この上のキャビネットっていうのか、この上の四角い部分ですね。ここをパチンパチンと爪があるんで、そこを順々にはめていけば、そこは問題なかったんですけど、ここがちょっと若干厄介な感じかなというのがあったんで、このなんか泥よけみたいな形になってるこのパーツですね。このパーツも同じく爪をパチパチやっていくんですけど、ちょっと難しい感じでした。ここがこう合わせて、ここに爪が来ますよね。まずこことここに爪が来て、でここがこっち側に爪になってるんで、それをこことここで、この爪をこことここにこうパチパチ入れていくような感じで、ちょっとここも力がいるというかやりづらかったんで、こう入れる。でこことここの爪が向こう側にあるんで、そこをちょっとこっちの裏から押さえながらこうパチパチと入れて、でこっちもこうちょっとこのちょっと後ろから手が入れられるので、ここから手を入れながらこうか、すいません、ちょっとここが今はまってなかったんですけど、この辺はめつつ手を入れて、ここですね。これではまったかな。そうですね。これではまりました。こんな感じですね。で、あとはこの辺にごっそり入ってる感じですね。これすごいですね。長いな。もうそのままだとめちゃくちゃ反ってますけど、まあこれははめ込んでいけば、そうですね。はめ込んでいけば、こんな感じか。これちゃんとしましたね。で、これがここか。ここですね。こんな感じで。ちゃんとつきますね。で、これが、ここですね。こんな感じですね。この辺もそんなに問題なさそうなんで、どんどん作っちゃいたいと思います。はい、またちょっと気になるところがあったので、これですね。これを、ここにまたパチパチパチっとつけていく感じなんですけど、このパーツがですね、モナカ合わせになっていて、ここですね、ここに線が入ってますけど、これがこう、モナカ合わせで、パチッと止める感じなんですけど、ここがかなりはめ込みがきつかったので、一応、僕の方でどうしたかっていうのだけ参考までにですね、このソフトプライヤーって言って、ここが柔らかいプライヤーがあるんですけど、で、これはそもそもあんまり持ってる方いないと思うので、これをこう開いて、これで、こう、折らないように、もちろん折らないように、こう、掴みどころは調整しながらこう、グッグッとやって、パチッパチッとはめていきました。で、このソフトプライヤーじゃなくても、普通のプライヤーがあれば、布か、まあ厚紙みたいなものでもいいと思うんですけど、それをここに当てがいながら、直接触れないように、何かでこう、布か厚紙かで、これをこう、覆い隠すような感じで、やってみればいいのか。すいません、ちょっと、布がなくて、ティッシュでやりますね。ティッシュかなんかでこう、ちょっと多めのティッシュでこう、くるんであげて、で、普通の金属製のプライヤーで、ここを、この幅広モードですよね。この状態じゃなくて、この状態で、こう、グッグッと掴んであげると、もちろん力いっぱいやれたら壊れちゃうと思うんで、そこは調整しながら、あと、こういう細いところ、この辺はかなり気を使いながらやらないと、特にこの爪とか、この辺を折ってしまうといけないんで、そこは重々注意しながらやっていただきたいんですけど、これでこう、
この爪のあるような部分は、これでこうグッてやっちゃうと折れちゃう可能性があるんで、これでこう、避けながらですね、グッグッてやって、ある程度締めることはできましたので、一応ご参考までにっていう感じで。で、あと、これか。これをここにはめるっていう感じですね。こんな感じですね。で、ここはまあ、形になっているところにはめるだけかな。そうですね。これで、バチッとはまりました。はい。これでまあ、だいたいついたかなっていう感じなので、このまま進めていってしまいたいと思います。ちょっと、このガラス、この辺のクリアパーツがまだつけてないんですけど、これは多分ちょっと今回の動画で一旦完成はさせるんですけど、その後塗装例みたいな感じで塗るやつに使わないといけないと思うんで、ちょっと申し訳ないんですけど、この辺ちょっと細かいとこつけずに行かせてください。まあ、ここはもうパチッとはめるだけなんで、はめていただくっていう形で。あとは、この辺か。この辺のちょっとあまりにも細かいやつは今回つけませんけど、このまま進めていきますけど、もちろんこのまま全部つけるよっていう方は、組み立て図ですね、を見ながら全部つけていただければと思います。ちょっと今回は、どうせ塗装するよなーっていうのが正直ありますので、これぐらいで進めていきたいかなと思います。あと泥除けか。これもちょっと後でつけますけど、動画でわざわざやらなくてもいいかなと思う。これですね。この辺が、まあこれははまるとこにはめて、ネジ止めするだけなんでいいかなと思います。この辺も取り付けた上で、進めていただければと思います。4箇所ですね。これが4箇所つくんですけど。はい。じゃあ、続きいきますね。で、ここからがですね、かなり難しくて、まず、そもそもなんですけど、この取説がですね、B36K ってなってるじゃないですか。ここ。で、これって、キットのメタルエディションなんで、本当は B36KM じゃないですか。B36KM ってやつになるんですよ。なのに、取説がですね、これ、K なんですよ。ここがちょっと、本家 WPL さんにもまたちょっとお伝えしたいんですけど、KM にしましょうっていう。で、もしかするとゆくゆくこれ KM の取説がちゃんとつくかもしれないんですけど、今この動画を撮ってる時点ではもう K、この辺がプラスチックのやつですね。プラスチックのやつを前提とした取説になってるんで、ここから先はこれ見ても全然違うところばっかりっていう風になっちゃうんですね。なので、ちょっとここからは一旦この取説を、まあ基本的には見ない形で、動画で説明をしていきますので、もしこの動画を見ながら、この B36 をですね、実際に組み立てをされている方は、ちょっとここからあんまり取説見ずに、まあ、この辺は見てもいいんですけど、こういうところですね。アクスルが絡んでるところは結構違うので、まあ、動画を見ながら、もしくは、またこれも概要欄に貼っておきますけど、別の動画で、この金属製のメタルパーツのアクスルの組み立て方ですね。メタルアップグレードパーツセットっていうのがあるんですけど、それの組み立て方っていうので動画を上げていますので、めちゃめちゃ細かく見たいなっていう方は、ちょっとそっちの動画を見てください。ただ、この B36 に挑んでるような方は、もう上級者向けですよってお伝えはしているんで、ある程度ですね、慣れてる方っていうのを想定して、こちらの動画の方でも説明はしていくんですけど、かなりサクサクサクっと進めていきます。ただし、こういう C シリーズではもう全然見たことない部分があるんですね。この辺はちゃんと説明しながら進めていきますので、基本的にはこの動画を見ながら進めていただければ大丈夫かなと思います。で、もし、いや、そこがわかんないわっていうのがこの先ですね、出てきたら、コメント欄からですね、ちょっとご質問ください。できる限り、お答えさせていただいて、最悪別動画でそこだけ詳しく説明するみたいな風にしていきたいと思います。はい、じゃあまずこの辺ですよね。これがアクスル。6輪なんで、これフロント、で、リアの2軸。で、計3つですね。3つある。で、まずは C シリーズとほとんど同じ組み立て方になる、このフロントからいきたいと思います。で、いろいろ袋入ってたと思うんですけど、一旦こんな感じでですね、ある程度
まあ、あるだけのお皿を使って分けて開封してあるっていう状態です。ちょっとこんな感じで進めていきたいと思います。はい、じゃあ、フロントはもう、フロントっていうか、どのアクセルもそうですよ。もうこれですよね。これをまず取って、で、慣れてる方はもう自分の組み方で組んでもらっちゃって全然 OK です。OK ですが、一応僕のやり方としては、この時点で、この赤ですね。赤をこう刺して、で、2.5 ミリのドリルでここ通しときます。これ別の動画でも紹介してるんですけど、もしドリルある方は 2.5 でですね、通しておくのをお勧めします。このビスがですね、こう通りやすくなるんで、でもちろん、メスネジがあるこのパーツは、通しちゃダメですよ。これも他の動画で言ってるんですけど、ここはネジ山が切ってあるんで、これもつけた状態で、こうドリル通しちゃうと、もう何もネジ山がなくなっちゃうんで、ものすごいびっくりすることになるんで、それだけ気をつけてください。アクスル、で、この赤いやつですね。これだけの状態で、こうですね。こんな感じで通しちゃいます。ついでにここも一緒ですね。ここも通しときます。ここも 2.5 で通しておいた方が、ネジがスルスル通りやすくなるので、で、金属粉が出るんで、一応、パーツクリーナーかなんかで綺麗にしとくと。で、こんな感じでシャフトが3本あると思うんで、こういうやつですね。これの短いやつがフロント用ですね。こんな説明いらないですよね。いらないと思いますけど、一応。で、これですね。このベベルギアを、この真ん中、この D カットしてある部分が真ん中よりちょっと左にある状態。この向きで、こうですね。これを、こんな感じで通しますと。で、これですね。このシムを、両側に入れます。こっちにも1枚入れます。1枚1枚で挟みました。で、ちっちゃいベアリング。これも左右に1個ずつ入れますと。で、この状態になるとここに入れられると思うので、こんな感じですね。これで、次は芋ネジですね。芋ネジを、もう打っちゃいます。この芋ネジ 1.5 って、ちょっと余談ですけど、この 1.5 の芋ネジって、この六角に刺すのむずくないですか？一応僕いつもどうしてるかっていうと、外れなくなっちゃった。外れないんだけど。ちょっと、外れないんで次やりますね。ちょっと取り付けちゃいます。これを、付属のネジロック剤でもいいんですけど、一応、こういうちゃんとしたロックタイトとか、ちゃんとしたやつ使った方がおすすめかなと思います。で、この時に、このシャフトですね。ど真ん中にちゃんと来てるかっていうのを見て、はい、この状態ですね。右にも左にも寄ってないところをちゃんと見ながら、もうここをバチッと打つと。芋ネジを打つという感じです。で、さらに左右にベアリングですね。ベアリング入れて、一応、シャーンと回るかっていうのを確認しつつ、で、これですね。これ被せて、ちゃんと回ってますね。なので、今回ちょっとパパッと手早くやってしまうので、もちろん、そんなに慣れてない方でじっくり組まないとなっていう方は、ここでちゃんと調整しながら、場合によっては、概要欄にあるリンク先に詳しく説明している動画があるので、それを見ながら組んでいただければと思うんですけど、今回はちょっとこのままバンバンやっちゃいます。で、グリス、これオイルですね。オイルを刺して、このまま閉じちゃうんで、ここはオイルを刺しておきます。ちなみにこれ、結構半年前ぐらいから開発を進めていて、最近ようやくもう製品ができるなっていう感じになった。ちょっとまだ、これ出していいのかな？大丈夫ですね。多分来年、年明けぐらいに発売されると思うんですけど、これとですね、
これとですね、あともう2種類あるんですけど、これは全部混ぜれるよみたいな。オイルと、こっちはグリス、ペースト状のグリスなんですけど、これ混ぜて粘度を調節できますみたいな。結構便利なんですよ。っていうものを作ったんで、また、めちゃめちゃ今話それてますけど、またちょっと別の動画で発売したら説明させてください。ちょっと今回これ、実際に使っていきます。で、これ閉じますね。閉じて、一応今、この状態。この状態で、僕の場合はですけど、この黒い方をこっちに向けて、こっちのシルバーの方、塗料が乗ってない方に、この赤いのをいつもつけてます。で、こうじゃないですね。こうじゃなくて、こっち向き。今正面から見たっていう感じでいくと、左側に丸がある状態で、これ逆だ。こうですね。この WPL って書いてあるじゃないですか。この刻印が、ちゃんとした向きになる状態。これで組みます。で、フロントは基本的に C シリーズと同じ組み方するんで、これですね。これを、ここにベアリング入れて、で、この時点でプロペラシャフトもつけちゃった方が楽かな。楽だと思うんで、もうここで、まずこういうパーツありますよね。プロペラシャフトを作るための。これが、短い、長い。3つあるうち、1つだけ長いのがあるはずなんで、これ長いの1本、これ使います。で、あと短いのは両方とも後で後ろに使います。で、こっちも一緒ですね。こっちの、こういうパーツ。これも、よーく見ると、短い、長いっていう風になってるんで、長いの1本だけ。これを使います。で、同じく短いの2本を後でリアに使います。で、ここですね。ここを組んでいきます。ここは飛ばしちゃってもいいぐらいかなと思うんですけど、一応このスパイダーっていうところを組み立てていきます。まあ、このプロペラシャフトの組み立てとかこの辺は飛ばしちゃいますね。もう大丈夫だよっていう方前提っていう感じでやらせていただくんで、もし詳しく知りたい場合はちょっと申し訳ないんですけど、概要欄からちょっとリンク貼っとくんで、そこから確認していただければと思います。はい、こんな感じでどんどん組み立てちゃいます。はい、じゃあ、これですね。これができたんで、これも決まりはないんですけど、こっちかな。僕はこっちを使って、ここですね。さっきの続きになりますが、これを組んでいきます。ここオイルですね。まあ、一滴でいいんで、ちょんって刺しといて、ここにこれ入れて、で、反対側もちっちゃいベアリングですね。これ入れて、はい、こんな感じでしっかり入れて、で、もう、ここは僕はいつもこの時点で止めちゃう感じにしてます。なので、芋ネジですね。あ、そう、さっき話飛んじゃったんですけど、この芋ネジつけづらいときは、こんな感じで、なんとかちょこっとだけでもはめて、ほぼはまってるかはまってないかぐらいなんですけど、今。でこのまま地面に置いて、もちろん傷がついてもいいような場所ですよ。これ今カッティングマットの上でやってますけど、ここでこうやってやるとガスッ入るんでこういう風にしてこうつけてます。で、ネジロック剤ですね。ネジロック剤を、もうこれほんとゴマ粒の半分ぐらいでいいですよ。ゴマ粒大でも多すぎるぐらい。こんな感じでちょんとつけて、でそのちょんとつけたのを、これをここに入れるときに、その結構たくさんついてるところをこの穴にちょっとズボって入れるんですよ、一回。そうすると中に染み渡るんで。で、そのまま締めるっていう感じでやってます。で、ある程度ギュッと締めて、まあネジロック剤打ってればそんなにめちゃめちゃ強い力でやる必要はないと思うんですけど、これで、ここはもう OK ですね。で、
これ組むんですけど、ここもクリアランス調整が必要な場合があるので、一旦仮組みします。いけそうだな。これもご存知の方多いと思いますけど、これ閉めて、で、ある程度きつく締めないといけないですけどね。実際組むときって結構きつく締めるじゃないですか。なので、ちょっとめんどくさいから2本しか締めてないですけど、この対角線上ですね。対角線上の2本をこれ締めて、これで十分硬い状態だと思うんで、ちょっと必要っぽいですね。これちょっとゴリゴリしてるんで、これ今ギュッと締めた状態でゴリゴリしてますので、ガスケットですね。今回3枚ぐらいかな。3枚ぐらい入れます。はい、ちょっととりあえず3枚で、多分これでいけるかなって感じなんで、この時点でもうグリスですね。グリス塗っちゃいます。このデューログリスを塗ります。これ結構いいです。自分で言うなよって感じかもしれないです。これ結構いいです。実写のオイルとかグリスを作ってるメーカーさんっていうか工場さんですね。を発見しまして、そこに聞いたら、いいよ作ってあげるよ。マジっすかみたいな。ところから始まって、できたんですけど、ようやく。これ、粘土がグリスなんであるんですけど、これ、ベース成分が同じらしくて、混ぜれるよって言うんですよ。めちゃめちゃいいじゃんと思って。グリス塗った後、オイルさせるんですよ。全然、お互い干渉しないというか、悪い影響がない。単純に、シャビシャビに、どんだけでもシャビシャビにできるみたいなイメージです。グリスを。で、僕の使い方は、このグリスをここにぐしゃぐしゃっと塗った後に、このオイル、ベースオイルをもうかけちゃってます。そうすると、すごい染み渡って、なんか、いい感じになるんですよ。こう、隅っこの方は、ちゃんと粘度が低い状態の部分が染み渡って、で、肝心なところは結構粘度が高い状態のまま残ってるっていうのがすごい気に入ってます。はい。で、これで、組んじゃって、ちなみにこれウォータープルーフですね。ちょっとぐらい水に使っても大丈夫。ダメですよ。水突っ込んじゃダメですけど、基本的には。ESC とか壊れちゃうんで。ただ、ちょっとぐらい湿気が回ったりしても大丈夫なグリスです。これで、いけるかな。今んとこスルスルですね。これで、ポン締めした時に結構動きが渋くなっちゃうことがあるんで、そこは注意が必要なんですけど、いいですね。スルスルですね。これでここは問題ないと。で、ここから僕の場合は、これですね。これをつけるんですけど、まだ、こう、芋ネジは締めずに組んでいく感じにしてます。そっか。あと、ここも、本当はやった方がいいんですよね。ここもさっきやればよかったんですけど、ここを削りましょうか。ここはいいか。ちょっと今回なしでいこう。ここだけ。ちょっと最終手段で、どうしても動き渋い場合に、ここ削ったり、塗装を落としたりする場合もあるんですけど、多分大丈夫かなっていうので、今回ここ削るのと、ここの中側だけやって、ちょっと進めてみたいと思います。はい、これが、たまたま600番だった。600番があったんで600番ですけど、別に400とか800とかでも大丈夫です。で、ここの面ですね。ここの面を、なるべくまっすぐ置いて、こんな感じですね。こっちがまだですけど、こっちがポスターと。こんな感じで一面塗料が取れるような感じで。こんな感じでなってれば大丈夫だと思います。
ちょっと残ってますけど、これぐらいで十分かなと。この穴の周り一周ぐらいがちょっと取れてれば大丈夫です。これ、動画で紹介したことあるかわかんないですけど、一番楽なやり方はこれですね。ちょっと大幅に塗料取れちゃうことがあるんですけど、ただ、そんなのないよって方も多いと思うんで、このやり方あれなんですけど、エアブラシのツールクリーナーとかツールウォッシュってやつがあるんですよ。エアブラシ用の強力な洗浄液を今、これ、綿棒でこう、つけて、中の塗料を丸々取っちゃってる感じです。この中を。で、そんなのないよっていう場合は、これも他の動画ですでに紹介はさせていただいてるんで、知ってる方多いと思うんですけど、この中ですね、丸棒のヤスリか、ペーパーヤスリをこう棒にぐるぐる巻きつけたやつで、こう中を通してください。で、目的としては、この中の塗料を一通り剥ぐっていうのが目的です。結構この WPL のここのアクセルを塗ってる塗料っていうなんか分厚いじゃないですか。そのせいで結構ここきつくなりやすいんで、それを取ってるって感じですね。ただこれ多分、今取れますけど、これでやると、取れないか。この上の方まで剥げちゃうことがあるんですよ。別にそれで問題はないし、むしろその方がスムーズになるんじゃないっていうぐらいなんですけど、気になる方は気をつけてやってください。この辺が結構ベロッと剥がれて、下の金属が出てきちゃうことがあるんで、その辺気にされない方は、これでガンガンと塗装ですね。この辺取っちゃうっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、これでうまく映らないかもしれないんですけど、裏側ですね。裏側が全部銀色になってるっていう感じ。内側の塗料がですね、全部剥がれたっていう感じになってます。で、ここから芋ネジまだ打たずにこれを入れちゃいます。で、これですね。この短めの紛らわしいサイズないんで大丈夫だと思うんですけど、この短めのタッピングビスじゃなくて普通のビスですね。もちろん相手が金属ですので、これもよく他の動画で言ってますけど、この目の細い、目の粗いタッピングビスじゃなくて、この目が細いギザギザがきめ細かい、この金属用の普通のビスですね。これと、このカラー。これ使います。あとこれか。このベアリングを内側ですね。内側しっかり入れて、で、外側つけて組み立てるとどうせ取れちゃうんで、最後につけるのがいいかなと思います。なので、一旦内側だけですね。こんな感じで入れて、で、向きとしては、こっち向きですね。この向き。これが、こっちにある状態だと間違ってます。こっち側ですね。この赤いやつがついてる方。こっち側にこれが飛び出てる状態。上下とかは特にないです。でこれ入れて、ここですね。ここ閉めて、こっちも一緒ですね。ここ閉めて、ここはかなりきつめに閉めておいた方がいいですね。ネジロック剤打ってもいいかもしれないんですけど、ちょっとこの可動部なんであんまり良くないかなっていうの僕は使わないですけど、めったにここは取れることは、ネジロック剤しなくても取れることはないですね。これで、はい、いいですね。これでもう、ここはスカスカ動く状態が好ましいです。で、問題ない動作が得られてますので、これでこの中の D カットの面をですね、これ今こっちの D カット見ると、こっち向いてるじゃないですか。で、こっち側も同じ方向向いてるんで、この D カットがこっちで見て、こっち向いてるから大丈夫だなという状態で、ここに芋ネジを打ちます。この辺は特にネジロック剤たくさんつけすぎると、もうとんでもないところに回っちゃって動かなくなるので、本当にちょっとですね、ちょっとだけつけて、入れるようにしてください。はい、これでスルスルの状態でこっち側は組めましたと。で、反対側も一緒ですね。
はい。で、D カットの位置なんですけど、さっきの芋ネジの位置と同じ場所に D カットが来るんで、同じ向きに向けて、ここで芋ネジを打つという感じで問題なく、止めることができます。はい、これで大体完成なんですけど、ここでもうリンクロッドもつけちゃいましょうか。で、この時にまだ刺しやすい状態なんで、オイルですね。ここはグリスまで塗る必要はないと思います。オイルだけで十分かなと。この可動部に、ちょこんちょこんでいいんで、動くとこすべてに1滴ずつみたいな、そんなイメージですね。で、次に使うのが、これですね。これを組んでいきます。確かこれ20回ぐらいでいいですよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。20多い気がします。15にしましょうか。半回転を15回やりました、今。確かこれぐらいでちょうどいいと思うんで。微調整はやっぱり個別でやらなきゃいけないんで、ちょっと一旦これで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。これぐらいで、まあ大丈夫だと思いますけど、こんな感じですね。で、これ入れて、これですね。このピロボールを入れて、で、さっきと同じネジですね。この紛らわしいサイズないんで大丈夫じゃないですかとか言ってた。このネジ。これを使って、これ今、正常な向きなんですけど、車体に取り付けた時と同じ向きなんですけど、これの下側ですね。今、赤いこの玉の部分が左側にあります。で、プロペラシャフト向こう側にあります。で、これ下からつけてください。ここに。こっちじゃないですね。で、2箇所あるんですけど、こっちですね。こっちにつけるんじゃなくて、こっちですね。なので、ここに、こんな感じですよね。ちょっとやっぱり回し足りなかったな。さっき15回でやりましたよね。なので、あと3回いきますか。1、2、3、4、5。ちょっと足りないと思って5回にしました、今。3回って言ったのに回してみたらちょっと足りなさそうだったね。こっちも一緒ですね。1、2、3、4、5。これで、これでちょうど良さそうです。これでつけちゃいますね。あとはまあ、実際に組み立て上がった後に調整するしかないんで、好みもありますし、まあ、一般的にまっすぐ向いてればいいんじゃないって感じ。WPL の場合はですけど。競技車両とかだとちょっとトーアウトにしたりするんですけど、そんなにこだわらなくていい車だと思います。まっすぐ両方平行になってれば大丈夫だと思います。だいたい大丈夫そうですね。これで進めちゃいます。いや、ちょっと遠いん。まあいいや。これこれで進めます。で、一応最後タイヤ取り付ける前でも全然いいんですけど、ここですね。忘れないうちに入れとこうと思います。はい。で、ここまでできたら、ここからですね、ちょっと D シリーズならではのリーフスプリングですね。リーフスプリングをここに取り付けていくっていう感じになるんですけど、C シリーズとここからちょっと違うところですね。ちょっとやっていきますね。で、ここで必要になってくるのが、この金属製のリーフスプリングと、
あと樹脂製のリーフスプリングがあるんですよ。で、その樹脂製のやつが、この今、切って開けてる袋に入ってるんですけど、これ、実は、パッと見で、あれと思ってた方もいらっしゃると思うんですけど、この実物見てですね、このノーマルの樹脂のアクスルが一通りこう入ってる袋があるんですよ。これ使わないですけど、この樹脂のアクスルは。だけど、これも WPL さんの結構ワイルドなとこワイルドなところで、こうなんかノーマル、このドライブシャフトとかも、ノーマルもなんか入れちゃってるんですよ。この辺はちょっともう置いといて、これですね。ここに、このリーフスプリングが、樹脂製のやつがくっついてるんで、で、長いやつと短いやつがあるんですね。で、これをまず、長いやつ2本、で、短いやつ2本を用意してください。で、ついでに、ここから、このパーツ、これを、2つか。2つですね。で、これ、いっぱいあるんですけど、またリアで使います。フロントはとりあえず2つだけでいいです。この辺全部一緒なんですけどね。で、結局準備していただきたいのが、今切り離した、この樹脂のリーフスプリング。長いの2つ、短いの2つ。で、これですね。これも今切り離したやつ。と、金属製のリーフスプリング2つ。と、これですね。これは金属製の下駄。このネジ受けですね。これは多分見慣れてる方も多いと思うんですけど、メタルアップグレードパーツセットにこれですね。これに含まれてるネジ受けですね。と、あとこれ。この長いネジ。これ4本。これ1回置きますね。この長いネジ4本。一応ちょっと実寸でお伝えしておきましょうか。頭なしですよ。頭なしで、ネジ山がある部分だけの長さで、実寸で 17mm のネジですね。これを使います。で、組み方なんですけど、まずこれですね。この、ちょっと紛らわしいんですけど、この金属製のこっちじゃなくて、ランナーから切り離したこのプラスチックの、これですね。こういう形のやつ。これに、まず、一番短いリーフスプリング。これをこう入れます。で、次に長い樹脂製のやつ。これですね。これを入れます。で、最後にこれ。で、とりあえず向きは関係なしで気にせず組んじゃって大丈夫です。全部ここに挟み込むようにして、入れて、で、一旦ネジを通しちゃってください。こんな感じで。この、今、重ねたこの3つですね。この3つを全部貫通させるようにして、で、2個穴があるんで、両方ですね。両方貫通させるようにして、この状態ですね。で、これを、ここに入れます。さっき組んだこのアクスルに、この時はちょっと向きを注意してほしいんですけど、正直どっちでも最終的に組めるんですけど、僕はこれを前にしてます。この曲がってる方。で、この平らな方ですね。これを後ろ側にしてます。後ろっていうのはこの赤いやつがついてる方が前ですよね。こっちが前。で、こっちが後ろ。これプロペラシャフトついてるんで、こっち後ろじゃないですか。車体についた時、これが一番前になるんで。で、前側にこの曲がってる方を来るように組んでます。実はどっちでも組めたりはするんですけど、一応僕はこっちで組みます。で、さっきのこの金属製のネジ受けですね。これをここに持ってきて、この下にネジが出てるところあるじゃないですか。さっき貫通させたネジの頭が出てきてると思うんで、ここですね。ここに当てて、
で、締めて止めると。で、片側一気にやっちゃうと良くないんで、ちょっとずつ両側締めて、で、両方ちゃんと入ったなってなったら、まあ本締めって感じで。結構回しますね。こんな感じで。で、片方完成ですね。これが、可愛いですね。リーフスプリン。こんな感じで。で、反対側も一緒ですね。このプラスチックの方。このパーツに、短いやつ、これ長いやつでした。短いやつ、で、長いやつ、金属。で、ビスで貫通させる。で、同じですね。ここに取り付けていきます。はい。これで、フロントの足回りがもうできたっていう状態ですね。はい。じゃあ、ここまでで結構大変じゃないですか。疲れてませんか？大丈夫ですか？ここで、ちょっと一旦区切りがいいので、おタバコ吸われる方は一服してきてください。で、おタバコ吸われない方は、コーヒーブレイクしてきてください。コーヒー飲まれない方は、お茶でも飲んで、ちょっと一休みしてから、ここからちょっと結構本番、ここから本番なんで、はい。じゃちょっと休憩してください。じゃあちょっとここから大変なんですけど、先に、このさっきの完成車の方で、こんなにいいものができますよっていうのをちょっと最初に見ときましょうか。イメージもつかみやすいと思う。ここはですね、リアが、こういう仕組みになってるんですよ。これ、トラニオンでしたっけ？トラニオンサスとか確か言うと思うんですけど、ここが、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここはシーソーみたいに動くんですよ、こうやって。なんか、こっちが上がると、ちょっとこっちが下がりやすくなるみたいな。直接下がるわけじゃないですけど、かなり緩むんですよ、こっちが。で、実際地面が凹凸があると、ちゃんとここがこう、うにうにうにって動くようになってますね。ここはちょっとシーソーみたいになるんですよ。で、それをトラニオンっていう機構が、実写でトラニオンって言うと思うんですけど、でも一緒ですよね、これ。どう見ても。こうシーソーになってるんで。さっきのフロント、リーフがここに普通についてたんですけど、リアはなんか上から前後をこう押さえるような仕組みになってて、リアのリーフスプリングこんな長い、こんな感じなんですけど、これがですね、ここにタイヤの奥にこの辺についてるんですよ。で、これが、こう、機構的に、こう、シーソーみたいにこう動くようになって、で、これがいい感じにですね、こう、左右というか、なんていうのかな。この動きはすごい緩いんですよ。でも、こう設置してる時の、このロール方向、横への方向、これにはちゃんと反発するような形になってて、ここがですね、こう機械好きな人はたまらないねっていう機構になってるんで、大変なんですけど、ここからちょっと面白いところなんで、ちょっと楽しみにしながら進めていただきたいなと思います。はい、じゃあ、僕も疲れたんですけど、正直。続きいきましょうか。僕が疲れたとか言っちゃいけないですね。ただ、撮影しながらですね、作るの結構疲れるんですよ。なんで、ちょっと、そろそろ、すでにかもしれないですけど、声がちょっと元気なくなってくるかもしれないんですけど、なるべくそうならないように頑張りますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと、リアですね。リアを作っていきたいと思います。はい。じゃあ、まず用意していただきたいのが、これですね。ちょっと見慣れないやつなんですけど、このハウジングケースか。これがですね、フロントで言うと、この赤い部分だったり、その反対側の、ここのインプットギアって言って、プロペラシャフトが入っていくところですね。ここのケース。これがですね、リアはちょっと特殊な部分がありまして、この3つをちょっとまず使って組み立てていきたいんですね。このなんか、
穴が横っちょに開いてるやつだったり、これ全部樹脂ですよ。樹脂なんですけど、あとこれだったり、これもなんか、上の端っこの方に穴が開いてるんですけど、この3つ、このプラスチックの、これと、あとは、この、ベベルギアになってない普通のハネのギア。こういうやつ。これが、まず2個。2個ですね。と、このなんか、やたらと短いシャフト。こんなやつ。これと、あとは、小さい方のベアリング。これを、3つかな ?3 つですね。3つ。で、ちょっとこれを組み立てていくんですけど、あ、ごめんなさい。あとこれもあった。これ。この、普通にいつも使うやつなんですけど、これ。これも使います。で、まず、これに、これですね。これに、向きはこう。この向き。この向きで、小さいベアリングを、ここにまず1個入れますと。で、まあ、グリスカオイル、この時点でちょこっとここに塗っとくといいと思います。で、ここにこれですね。このいつものインプットギア。これを通常のモデルでも使うやつですね、これ。これをここに入れて、で、ベアリングと今、インプットギアが入りましたと。で、この反対側ですね。反対側に、この、さっきのこのギア。斜めになってない普通のギアですね。これを、今こうなってるところに、この向きで入れます。この向き。で、D カットがここにあるんで、ここにめがけて、芋ネジを打ちます。これですね、ここに D カット。こう、カットしてある平らな面があるんで、ここにめがけて、芋ネジをねじ込みます。で、この時に、あまりにも締め付ける必要はないと思うんですけど、適度にですね、密着した状態。こう、ガタがギリギリないぐらいですね。これが、こんな感じでつけちゃうと、ここはこう、ガタがある状態になっちゃうんで、ある程度密着させて、だけど、押し付けすぎないぐらいで止めます。そうすると、これが、ある程度スムーズに回る状態で取り付けることができたと思います。で、この端っこに、ちょっと、インプットギアの反対側のシャフトの部分が余って出てきてると思うので、ここにですね、この小さいベアリングをまた1個取り付けておきます。で、ここもオイルかグリスですね、をちょっと塗っておきましょうか。こんな感じで。で、一旦これを置いといて、今度このシャフトですね。このシャフトに、さっきの同じこのギア。これですね。これを、まずシャフトが、この向き。この位置ですね。この位置注意していただいて、これは左寄りになってる、この向きで、このギアを、ここに、こういう向きで入れます。入れて、で、やっぱりここも D カットがあるので、ここにめがけて、芋ネジですね。芋ネジを打ちます。で、ここはもう D カットがあるんで、そこの位置に合わせて締め込む、取り付けるだけですね。で、一回ちょっと締めて、
ちょっと緩めると D カットがある範囲内でこのギアがちょっと横に動くと思うんですよ。で、どちらかというとこっちの端じゃなくてこっちの端に寄せとくのがいいと思います。で、もう一回しっかり締めて、これでまずこのシャフト部分完成で、これをですね、今度このパーツにまずベアリングなしでそのまま入れちゃいます。ここの穴に入れて、こうなりますよね。で、さっきの組み立てたこれをですね、ここに中に穴があると思うんですよ。真ん中、中央ですね。中央の穴にちょうどこのベアリングの径がはまると思うんで、これをですね、ちょっと今向き間違えました。ここの穴にこのシャフトをこう通しつつ、さっきの中央のベアリングがちょうど入りそうな穴にこれをこうはめます。そうするとこれがぴったり形が合ってるはずなんで、こうはめ込むことができると思うんですよ。で、最後にここにですね、また小さいベアリング、これをはめといてください。こんな感じです。で、ここにもオイルかグリス。一滴。ちょこっとでいいですね。で、ここにもちょっと入れときましょうか。こんな感じで。これでまず、ちょっと C シリーズとかでは見慣れない、ここの機構がですね、これちょっと一旦完成と。で、ここから、今度は、これですね。この、通常のアクスルというか、このメタルアップグレードパーツセットに含まれているような、この C シリーズとかでも使う、このアクスルですね。これをちょっと組み立てていくんですが、なので、ちょっとこれ、さっき作ったやつは一旦置いといて、で、いつも通りというか、普通にここ組んでいくんですけど、なので、ここ外します。で、ここですね。ここを取ります。で、ここですね。ここを外して、この状態からですね、ここを、普通に組んでいくんですけど、一旦。この、フロントでは短いシャフトを使ったんですけど、リア用は、こう、同じやつが2本あるので、これ1本ですね。1本まず使って、ここの D カット、これが真ん中よりも左にある状態。この場合は、これですね。これを、こっちからこの向きでこう入れます。で、ここからはフロントと同じなんですけど、シムですね。シムをこっちから1枚。で、こっちからも反対側ですね。反対側からも1枚。両側に1枚ずつ入れて、で、ちっちゃいベアリング。これも両側から1個ずつですね。こんな感じです。で、ここもフロントと一緒ですね。ここにこの状態で入れて、左右ですね、どっちかに飛び出た状態にならないように、なるべくもうこのシャフトがこう右に寄ったり、反対にこう左にこう寄ってこっちが出過ぎたりしていない均等にですね、左右同じぐらいになる位置を見つつ、この D カットですね。で D カットは全部同じ方向を向いてるんで、横の D カットの向きを目安に、この D カットの面が手前に向いてる状態で、ここですね。この芋ネジを入れる穴、これを手前に向けて、この位置で芋ネジですね。で、そーっと
さっき位置決めしたところですね。大きくずれないように押さえながら、芋ネジをここに締め込んで、で、一応この時点でも左右が大きくずれてないかという確認しつつ、もしずれちゃってたら、芋ネジをちょっと緩めて、ネジロック剤はそんなにすぐ固まることはないので、一回芋ネジを緩めて、この真ん中ですね、シャフトの真ん中を合わせてあげて、で、本締めすると。で、あとは左右ですね、まだベアリング入れてないんで、この端っこのベアリングを左右に入れると。こことここですね。はい、これでベアリングがしっかり1、2、3、4ちゃんとあるかっていうのを確認しつつ、これはフロントと違ってこの時点でここ締めちゃうとここの芋ネジが締めれなくなっちゃうんで、先にこのアクセルですね、これを取り付けます。これ今ちょっとシャーっと回るか確認したらちょっと干渉してますね。これもメタルアップグレードパーツセットの解説の動画で何度か紹介してますけど、ちょっと面倒なんですけど削らないといけないですね。ちょっと削りましょう。はい、これでそうですね、これで削って干渉がなくなったんでスルスルっと回るようになりました。じゃあこれでここですね、さっきの続きです。ここを芋ネジにネジロック剤つけて止めていくと。これ今ここ締めたら回らなくなっちゃったんですよ、スルスルっと。これはちょっと押さえすぎましたね。その場合はもう一回ちょっと緩めてあげて、気持ちですね、本当にちょこっと、今本当に 0.1 ミリみたいな感じでこっちにずらしました。これでスルスルっと回るようになりましたね。で、あとここは締めちゃうんで、グリスですね、グリス化オイルをベアリングに塗っておきます。で、ここ閉じちゃって、で、今度はこの向きですね、この銀色の、これどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、僕の場合はって感じで、銀色が手前で、これは守らないといけないんですけど、この丸い玉が右側にある状態、この状態でこのパーツ、このちょっと変わったやつですね、上に穴が開いてるやつ、これをここにこう入れます。もうはめちゃう感じですね。で、こうなりますと。で、今度はこれですね、最初に組んだこれをここに入れます。こんな感じで、ここがですねちょっと入れづらいかもしれないんで、これ今実際かなり入りづらいんですけど、ここがちょっと隙間空いちゃってますよね。で、これを入りづらい場合はここのちっちゃい方の穴、こっちじゃなくてこっちですね、こっちを若干広げてあげてください。ここをで、できれば丸棒ヤスリ、なんかこんなやつですね、こんなやつでここを多分ちょこっとで大丈夫です。ちょっとグリグリグリってやってあげて、ここもやっぱりちょっと塗装が厚いから、その塗装を剥がしてあげるっていうイメージですね。そうするとある程度入ると思うんで、あとはちょっとネジ締めていくんで、それでしっかりある程度また入るとは思うんですけど、で、ここで使うのがこのめちゃくちゃ長いこのタイプのネジ、先っちょだけタッピングビスになってるやつ、これですね。ちょっと実寸で長さ一応測ってお伝えしておきます。これがちょっとネジの頭込みでいきますね。ネジの頭込みでもう全長ですね、全長が19ミリですね。これをこ
こにねじ込むんですけど、最初ちょっときついんですけど、こんな感じで、もう最初からちょっとネジがスースルッと入らないんですけど、しばらくねじ込んでいくと、一回スコっていくんですよ。で、ここから、こうさらに締め込んでいって、ちょっと締め込んだら、ちょっと一箇所だけ、本締めは良くないので、他も同じように、4箇所ですね。他も同様ですね。こう、最初ちょっときついんですけど、ある程度締めていくとスコっていくんで、そこからもう一回ちょっと締めておくと。で、この今ちょうど最後のところ、ここ1箇所だけ、相手側の形状の関係で、いきなり奥まで行くんですけど、ここちょっと後回しにした方がいいかもしれないですね。で、この1箇所だけ奥までいきなり行くんですけど、それ以外の3箇所から、締めていく。ちょっとここきついんですけど、ちょっと頑張って締め込んでいきます。結構ここ力いるんで、ちょっと怪我とかしないように気をつけながら、そこミニだと正直きついかもしれないんで、もし今、デューロドライバーのミニっていうのを使ってるんですけど、ラージをお持ちの方はラージ、もしくは柄の太いやつがある場合は、それを使っていただいた方がより安全かなと思います。はい。で、一旦こんな感じでですね、取り付けることができたら、この回転がちゃんとスムーズにするかっていうのを確認していただきたいんですけど、こっちを回すだけじゃなくて、どちらかというと、こっちを回す方が、むしろ重要っていう感じになりますので、ただこれちょっと掴みにくいですよね。掴んで回しにくいと思うんで、これを仮に取り付けて、ここにですね、どっちでもいいです。こっちでもいいんですけど、どちらかというと、実際に駆動が伝わってくるのは、こちら側からになるので、ここにですね、ちょっとこれを仮止めします。一応 D カットにめがけて、ねじ込んで、ここでこう回してみてほしいんですけど、これちょっと今回硬いですね。こう回すのに硬い。多分ほとんどの場合、硬いっていうケースが多いと思うんですけど、この場合は、通常の組み立てと同じように、ここにガスケットですね。ペーパーガスケットを入れて調整します。これは一緒ですよね。やり方としては。なので、ちょっとこの辺どうしても大変なんですけど、一回これを外して、ただ、1回目はネジ山がない樹脂の穴にタップを切らなきゃいけなかったんで、タッピングビスっていうぐらいなんで、タップを切らなきゃいけないですね。それでかなりきつかったんですけど、1回ネジを通してしまえば、2回目からは全然1回目に比べると楽な小さい力でねじ込むことができるんで、そこはそんなにさっきの作業またやるのっていう感じではないので、これを1回取って、全部外します。で、ここのネジですね、全部緩めたら、ここを一回、仮止めでつけたプロペラシャフトですね。これ外して、で、ここを外すんですけど、多分結構きついところにグッと入れちゃってるんで、結構圧入されたような状態になっちゃってると思うんで、ここをですね、ちょっと細めのマイナスかなんかでこじってあげて、外します。でこのこじるときも、こっちは金属なんでいいんですけど、こっちが樹脂なんで、ちょっとあまり無理な力をかけると割れちゃうと思うんで、そこは注意しながら開けますと。で、ここにペーパーガスケットですね。今回、多分、どうだろう。結構きつめだったんで、3枚ぐらい入れた方がいいかな。ここは、
個体差があるので、どうしてもその時どれぐらいきつかったかっていうので調整していただきたいんですけど、今回は3枚で入れてみます。はい、こんな感じでペーパーガスケットを、これ3枚ですね。3枚挟みました。で、この時点で多分組んだらほぼほぼスルスルでいけるだろうという状況なので、ここでグリスですね。グリスを塗っておきます。この辺は多めでいいと思います。そんなに開ける場所じゃないんで、そんなに開けないし、あんまり開けたくないですよね。大変なんで。で、ここをちょっと多めにグリス塗って、で、今回、さっきちょっとご紹介したデューロのグリス使ってるんで、まあ、オイルを混ぜることができますので、オイルも入れて、で、またこれをそーっと戻すと。はい。で、最後の方は、ちょっと慎重に、それぞれですね、なるべく均等にちゃんと締め付けができているかっていうのを確認しつつ、ただ、そこまで最後、キュンキュンのキツキツに締める必要はないかなと。あんまりここきつくしちゃうと、動きが悪くなっちゃうことがあるので、ほどほどで大丈夫です。で、一応ここの回転ですね。ちょっとまだ渋いかな。でも、これぐらいなら様子見でいいかなっていうレベルだと思います。ちょっとこれ画面でどうしても伝わりにくいですけど、これですね、一箇所スルスルなんですけど、ちょっと一回転するうちの一部分だけ若干きついんですよ。ちょっとこうきつくなるんですね。ただまあこれ実際に走らせて、ちょっと馴染んでくれば、全体の動きがですね、こなれてくれば、まあ大丈夫かなっていうレベルなんで、このまま進めたいと思います。で、この時点で忘れないうちに、ここの芋ネジですね。ここの芋ネジはもうネジロック剤打ってしまっていいんじゃないかなと思いますので、ネジロック剤をつけて止めてしまいます。もちろん D カットにめがけて、ネジですね、締め込みます。はい、これでまずリアの2本あるアクセルのうち前側が完成したっていう感じになります。では続いて後ろ側ですね。この後ろ側もう1本はもう通常のモデルと C シリーズなんかと同じように組みますので、まあ飛ばしちゃってもいいぐらいかなと思うんですけど、ちょっとさっと組み立ててしまいます。で、ここだけこの赤いこのカバーですね。これの向きだけ、これをこの向きで見たときに、この玉になってる部分が真ん中より左側で、これが WPL と、読めるこの向きですね。この向きで組んでいきます。はい、ちょっと飛ばしちゃったんですけど、まあ大丈夫ですよね。これアクセルを組み立てました。で、一応こんな感じで、もちろんある程度スルスルに、調整しながら組みますと。ちなみに今回はここのガスケットですね、たまたま1枚も入れずにスルスルに組めましたっていう感じになりました。はい。で、この時点でプロペラシャフトですね。もうこれ、こちらが付けてありますけど、合わせて残り全部ですね。もうフロント用で長い方は使ってるはずなんで、全部短い組み合わせしか残ってないはずなんで、まあとにかく残り全部組み立てておくっていう感じですね。これ全部組みました。で、さらに、さっき作ったこのアクスルと、こっちのアクスル。これの両側にですね、もうこれもつけておこうかなと思います。で、これなんですけど、まあ、一応圧入はそのままできるんで、これ、はめるだけでもいいですし、僕はここ、なんかタイヤの着脱とかするときに、何かとメンテナンスするときに取れちゃうことがあって、それがちょっと煩わしいので、結構ネジロック剤で留めちゃってます。もちろん外そうと思えば全然外せるんで、ちょっと力は必要ですけどね。この、一応両側にほんのちょっとずつですね。ほんのちょっとずつ、こう、つけて、で、これを、まあ、いつも通り、こう圧入して、
これでちょっと固めるようにしてます。はい、じゃあいよいよここからこの2つのアクセルを連結していくんですけれども、ここが多分一番結構厄介で難しいところになるかと思いますので、ちょっと頑張って進めていきたいなと思うんですけど、まずパーツですね。パーツを揃えたいと思います。こんな感じのパーツがこう一通り入った袋があると思うんで、これを開けていただいて、入ってるのがなんかこういうやつとか、こんなやつとか、あとこの細かいリンクパーツですね。この辺がこう入っていてっていうやつ、これをですねちょっと出しといていただいて、でさらにこのネジナンバー5の 3×8 だったかな。このギザギザのある部分、ネジ山のある部分が 8mm のやつですね。これが 3×8 か。3×8 のナンバー5ってやつなんですけど、このネジ山のある部分だけ、ここだけの長さでいくと 8mm っていうやつ。これを4本ですね。で、フロントでも使ったこのパーツ。これを2つですね。これです。これを2つ。と、あと、この樹脂のプラスチックのリーフスプリングですね。これをもう残り全部4つあると思うんですけど、残り全部使います。これですね。短めのやつ2本と長めのやつを2本。で、さっきのこの袋の中にあったパーツの中のこれですね。これを使います。この形のやつ。これですね。これを2個用意します。これぐらいかな？ちょっとまだ足りないところあるかもしれないんですけど、これで一旦組み立てを進めていきます。ごめんなさい。あとこれだ。この長い板バネ。これを使います。ちょっと一旦作り始めてみますね。まずこの長い板バネに、この向きで、長めの樹脂のリーフスプリングで短め。こんな感じで重ねます。で、ここにこのパーツですね。さっき用意したこのパーツを、これフロントと同じ感じですよね。こう被せますと。で、穴が2つずつそれぞれのパーツに開いてると思うので、そこをですね、この 8mm の長さ 8mm のネジで貫通させると。で、こんな感じでネジ2本貫通させると、このようになりますね。で、このネジの先が2本出てきてると思うので、それをこのパーツのこの穴にねじ込みます。こうですね。で、特にどのパーツも左右とかはないので、そこは気にせずに組んじゃって大丈夫です。で、ネジを締め込むと、こんな感じになると。こうですね。で、これをもう一つ作ります。はい、こんな感じで2つできました。で、今度はこれをですね、このパーツ、こんなのがあると思うんで、これをちょっと2つですね、2つ用意していただいて、で、ここにそれぞれさっき作ったこれをですね、組み付けていくんですけど、この取り付ける向きは、まずこれはいいですね、このポッチがあるんで、ここにこの穴をこう通す。で、こっちの向きですよね。こっちの向きはこうです。ここわかりますかね？このちょっと出っ張ってる方。ここの穴の形状、ここの形状がちょっと出っ張ってる方をこっち向き。で、こうですね。
この向きで取り付けます。で、ここはナンバー1っていう一番よく使う、一番 WPL で一番普通のネジですね。を使って留めます。こんな感じですね。ここがシーソー構造になってるって感じですよね。で、こっちも同じですね。この向きで、で、これはこの向き。この向きですね。この向きで、ここに入れて、で、ネジを締めて固定すると。ナンバー1の一番普通のネジですね。はい、これでこっちもこんな感じで。一応ここはスムーズに動くのが前提になるので、スムーズに動いていないようだったら、ちょっとネジをめちゃくちゃ強く締めすぎちゃってるっていう可能性もあるので、ちょっとその辺は注意しながら、ここがスムーズに動く状態で次に進みましょう。で、次に組み立てたいのがこれですね。こんな形のやつ。このパーツ一つと、あとこれ。この先たくさん使うんで、多分たくさん入ってましたよね。でこれをたくさん用意しておいてください。これと、あとこの段付きビス。これですね。これも多分、紛らわしい形のやつはないので大丈夫だと思うんですけど、もう途中まで太い棒状になってて、で、半分ぐらいからネジ山が切ってあるやつ。これですね。これもこの先たくさん使うんで、段付きビス。これもたくさん用意しておいてください。で、まずここでは一旦ですね、それぞれ2個しか使わないですけど、まず、これとこれ1個ずつ、こんな感じですね。で、こっちのメガネみたいな形してるやつですね。メガネレンチみたいな形してるやつは、これは上下左右とか特にないので、その辺は気にせず組んでいって大丈夫です。じゃあまずこれをですね、こんな風にして、で、これの、ここにねじ込みます。これ向き間違えないように、こっちからじゃなくて、こっちからです。で、段付きビスなので、当然、ネジ山があるところまでをねじ込んだら、途中から抵抗があると思うので、あんまり強く締めすぎないように、ほどほどのところで止めておきます。ちょうどシャフトのところが、ネジ山が終わって、で、シャフト状になってたところがこうぶつかると、それ以上入らなくなるはずなんで、そこからさらにこう無理やりねじ込むっていうのがないように。で、ちょっとこの辺はこうガタがある。こんな感じでちょっとガタがあるぐらいがちょうどいいです。はい。で、もう一個ずつですね。段付きビスと、このリンクパーツ。これを同じですね。これの反対側にこう取り付けるって感じです。はい。これで、こんな感じですね。こんな感じで、組み立てが完了です。で、次に作ってほしいのが、これをまず4つですね。このパーツ。こんな形してるやつ。これを4つ。で、段付きビスも4つ。これですね。今使った段付きビスを4つ。で、これも今使ったリンクパーツですね。これを4つ。で、これをどんどん組み合わせてネジで留めていってほしいんですけど、ちょっと多分組んでしまってお見せした方が分かりやすいと思うので、ちょっと一旦全部組んじゃいますね。これねじ込みますよね。まず1個こんな感じですよね。こんな感じで作るんですけど、これをですね、右2つ左2つみたいな感じで作りたいんですよ。なのでちょっと一旦組んじゃってからお見せしますね。はい、今一旦全部組んだんですけど、こんな感じですね。こう説明難しいですね。なんて言えばいいんでしょう。こう並べた方がいいか。この状態。こう、リンクパーツに対して、右側についてるやつが2個。で、このリンクパーツに対して、こっちのパーツが左側についてるやつが2個。こんな感じで、2個2個で組んでください。はい。で、続いて組んでいきたいのがこれなんですけど、このアクセル2個作りましたよね。で、これに、このパーツ、これをそれぞれ取り付けていくんですけど、
ちょっと一個ずついきますね。まず、このパーツを、向きは、これを目安にしていただいて。ちなみにこれ両方一緒ですからね。どっちも一緒です。二つとも一緒で、この斜め、これを見ていただくと、こうですね。この向きで、で、ここに、こうなります。ここある程度かっちりこう、はまると思うんですけど、この状態ですね。で、ここで、これ、さっき作ったこれの、これ同じ向きになっちゃう。こうか。このペアで取り付けていくんですが、まず、こっちから行きましょう。こっち平らですよね。こっち平らで、こっちがなんか、溝が掘ってあるような形になってる。この向き。これを、さっきの、これの、裏返して、ここにこうやってつけます。ちょっと組んでお見せした方が見やすいと思うんで、組んじゃいますね。で、そっか、ネジか。ネジが、このネジを使います。この途中からネジになってて、途中からシャフトになってるやつ。実測で言うと、14ミリってやつなんですけど、実測で一応測っておきましょう。そうですね。このネジ部分だけ、シャフト部分だけの長さで14ミリですね。これを、もう8本用意しておくと楽だと思います。この先、たくさん使うんで、8本かな。8本用意しておいてもらって、で、ちょっと一旦組んじゃいますね。この溝がある方が、ここにフィットするんで、形が。そこにこう合わせるようにして、ここもちょっとタッピングビスなんで、一番最初ねじ込むの大変だと思うんですけど、最初はどうしてもネジ山が作られてないところをこう、ネジ山を作りながら、こうねじ込んでいかないといけないんで、力がいるんですけど、ねじ込みます。で、このパーツ、さっきのこのパーツのペアになってるこっちですね。こっちも一旦つけちゃいますね。同じくここですね。ここにつけていきます。はい。今、両方とも取り付けたんですけど、まず、これはこの向きですね。横から見るとこの向き。で、このまま、こっちを見ると、こっちにこれが来る感じですね。このままひっくり返しますね。この向きです。こんな感じ。で、このリンクパーツは内側についてるって感じですね。これがこう外になっちゃってたりしないように気をつけてください。内側に、2本とも内側についてるっていう感じですね。こんな感じです。で、これと同じような感じで、こっちも組んでいくんですけど、これもちょっと向きを間違いやすいと思うので、ちょっとしつこいぐらいに説明しながらやっていくんですけど、これがまず、前後関係で言うと、車の前の方、車のフロントが、今画面で言うと左側なんですよ。で、前の方からプロペラシャフトで、こうギアボックス、プロペラシャフト、で、ここに駆動が伝わってきますよね。で、ここにこれがこんな感じでくっつくんですよ。で、リアの4輪になるんですね。なので、ここが、この赤いところが一番お尻になるわけですよ。で、これが今、横から見るとこう斜めに、右上に斜めになってますよね。なので、後ろ側はそれと対称で、こうなるんですね。左上に斜めになる感じ。ここが。なので、まあ、単純に、これが同じ向きだとしたら、それと反対の向きになって、こうつくというふうに把握していただくと、間違いにくいと思うんですけど、で、なので、こうですね。この向き。この向きで、さっきのリンクパーツも、今度はリンクが前の方に行かないと繋げられないんで、これですよね。これが、今度はプロペラシャフトと同じ方に出てくる感じ。で、内側についてる。これも一旦組んでからまたお見せします。
ちなみにこういうような形状のところ結構割れやすいんで、慎重にですね、特にここ、一発目タップ立てながら、力強くねじ込んでいくじゃないですか。で、あまりにもこう力入れすぎると、今度、ここが板状の樹脂に、こうもう板みたいなもんですよね。ここに穴が開いてて、そこにネジをねじ込む。で、止めるって感じなんで、あんまり力いっぱい入れるとこうパキッといっちゃうと思うんで、そこは気をつけながらやってください。力いるんですけど、こう、あまりにも強くやっちゃうと、こう、完全にパキッといくだろうなっていう形してるんで、そこは気をつけながらやってください。はい。これでリアができました。一応お見せしておくと、こうですね。プロペラシャフト、で、ここにリンクパーツが来てる。で、こんな感じで内側ですね。内側にある。こんな感じになってれば大丈夫です。はい。で、ここから今度はいよいよ今作ってきたいろんなパーツを合体させていくんですけど、まずですね、ここにまだプロペラシャフトがついてないと思うので、あとベアリングか。ベアリングをここに入れなきゃいけないので、ちょっとその辺を組んでから進めていきたいと思います。ここ、ちっちゃいベアリングですね。ちっちゃいベアリングをはめ込んで、で、こことここが組み合わさるので、これどっちでもいいんですけど、こっちにこれが来てる場合は、これですよね。これが、ここに、こうはまるんで、これを、逆の場合は逆ですよね。で、これを、ここに取り付けていきます。で、D カットが見えてない場合は、ここをちょっと回してあげて、D カットが見える状態にして、ここに取り付けていきます。はい。で、取り付けて、一旦ここを組んじゃうのがいいと思います。後でここ入れれなくなっちゃうんで、ここを組みつつ、一旦この状態ですね。この状態にして、で、これです。これを、これ、前後はないんですけど、なんて言うんでしょう。内側と外側はあるので、それは気をつけてほしいんですけど、なので、こうなるんですね。で、こちら側につける場合は、これが、こうなります。この板バネがついてるのが外側になるっていう感じですね。じゃあ、ちょっと実際つけてみますけど、手前からいきますね。手前は、この向き。この向きで、ここと、ここに板バネを通します。こうですね。ここに、こう通す感じ。板バネはここにこう通ってる感じですね。で、前後ともにこれを通しつつ、今度は、このリンクパーツを、ここに取り付けていきます。ちょっとこれも付けちゃった方が分かりやすいと思うので、一旦付けちゃいますね。ここもやっぱりこの段付きビスですね。これを使って取り付けていきます。はい、取り付けました。こんな感じですね。今、ここですよね。ここの段付きビスを、リンクパーツの、穴を通すようにしながら、このパーツに、ここそれぞれ穴が開いてるんで、そこに取り付けたっていう感じです。そうすると、こんな感じになるんで、これを反対側も同様に取り付けていきます。で、この時に、ここですね。ここのプロペラシャフトがちゃんと通ってる状態。ちょっと、知恵の輪みたいな難しいですけど、ここが外れた状態で取り付けてしまうと、後でここ取り付けるのができなくなってしまうので、ここがちゃんとプロペラシャフトがつながっていることを確認しつつ、これを通して、両側、ここちゃんと通ってる状態ですね。このバネが効いてる状態にしつつ取り付けていきます。はい、これで反対側も取り付けが完了と。で、ここからですね、今度は、これ。このパーツですね。このパーツを取り付けていきます。で、これも、
で、これ取り付けていくんですけど、やっぱりこれもちょっと向きがややこしいんで、まず一旦ですね、上下なんですけど、後からこれがつくんですよ。このパーツがここにこうつくんですけど、ここですね。で、その時に、ここを、こんな感じではめ込んで、で、ここで、ネジで留めるんですけど、ってことは、これが上向きですよね。こうなっちゃってると逆です。こう上向き。で、今度これは上っていうのは間違いないんで、前後ですね。今実はこれ逆向きで、こうなります。ネジの頭が、今画面で言うと、向こう側。この向きですね。で、下のこれはこの向き。プロペラシャフトがここにあって、赤いのが画面奥。この向きですね。で、これはこう。で、ここに今もうちょうどリンクパーツが来てますよね。ここの穴に段付きビスをそれぞれ通して固定するんですけど、こちら側はこっちからネジを入れます。で、後ろ側、こっちですね。こっちはこちら側からネジを入れます。この平らな方からネジを入れるって感じですね。こっちはなんかボコッとなってますよね。で、こっちもこのボコッとなってる方があると思うんですけど、こっちからじゃなくてこっちから入れる。そうすると、ちょうど真ん中にこのリンクパーツが来るじゃないですか。こんな感じで。こんな感じでつけていきます。で、ちょっと進めていきますね。じゃあ、この向き、上下間違いないかっていうのを確認しつつ、この向きですね。この向きで、後ろから行きましょうか。今、ちょうどこっちから刺す状態なんで。で、この赤いのが今ここにある。で、この向きですね。で、プロペラシャフトここにある。で、段付きビスをこっちから入れる。こっちから入れて、で、ここですね。ここに取り付けていきます。こんな感じ。こんな感じでねじ込んで、で、こっちは逆になるんですよね。なので、こういう風にしたら、この向きだとさっきと同じ方から入れる感じになりますね。こうして、ここにねじ込むと、こうなります。で、また向きを元に戻しますね。こうなりました。これで取り付け完了です。一回ちょっとぐるっと見せておきますね。この状態です。で、こうですね。こんな風になってます。で、今度最後にこれです。これをここにつけるんですけど、これはこう裏表だけ注意していただけば、こう前後はないので、ちょっとやってみますね。ここに長方形が開いてますよね。で、ここにも長方形の穴が開いてますよね。ここにここが入ります。これとこれ、こうですよね。こうはめ込んで、で、さっきちょっとはめてましたけど、ここですよね。ここが真ん中にパコッと入ると。この状態です。で、ここ5箇所ですね。1、2、3、4、5。ここをナンバー1の一番よく使うビスを使って留めていきます。これですね。これを使います。はい。これで5箇所ですね。ネジを留めて、やっと、お疲れ様です。一番ややこしいところが、一旦これで区切りのいいところまで完成したっていう感じになります。で、ここで一旦軽く動くかっていうのを確認しつつ、これが逆
間違えたな、これ。逆に、これが、両方前に進むとき、前に回らなきゃいけないじゃないですか。やば。間違えましたね。動画大丈夫かなあ、文字入れとけば大丈夫か。間違えてますね。これ本当は、これが左なんですよ。なんで間違えちゃったんだろう。すいません。ちょっと、動画編集するしかないですね、これは。めっちゃ間違えたな。まあ、リカバリーはそんなに難しくないと思うんですけど。でも、ちょうど間違えてよかったか。こういうこともありますよっていう。注意喚起っていう意味で。間違えたな。これ、まあ、ひっくり返せばいいだけなんで、ちょっと、ここだけパカッと外してひっくり返しますね。これ皆さんも同じような間違いないか、一応こう、ちゃんと動くかっていうのと、これがちゃんと回転方向が大丈夫かっていうのを、こう、確認してください。僕はちゃんと間違えちゃったんで、ちょっと直します。これは、ここ取ればいいですよね。ここ外して、ここも外して、で、ここをひっくり返して、このひっくり返すと、文字が逆になっちゃうのか。気持ち悪いんで文字の向きも直しておきましょうか。はい。大変失礼しました。これを今、こう、ひっくり返しました。これで、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですね。ちゃんと回ってます。こんな感じで、できましたと。これが、もう、リア部分、一式になるんで、ここからもう一息で、シャーシですね。意外とここからは、もう一息で完成できるっていう感じです。はい、じゃあ、ここからいよいよ、このメインフレームですね。この2本。これが登場してくるんですけど、めちゃくちゃ長いですよね。こんなにある。で、これ、左右は特にないので、そこは気にしなくていいんですけど、穴の位置ですね。穴の位置が前後。こう、フレームをどっちに、右か左かどっちにするかっていうのはないんですけど、これを、どっちが前かっていうのはあるので、ちょっとそこは注意しながら進めてほしいんですけど、じゃあちょっとまず進めていきますね。で、ここでこのミッションですよね。ミッションが登場するんですが、今回はもうキットの組み立てのみと、最初にお伝えした通り、メカの搭載とかはやらないので、ちょっと簡易的にこの辺は進めてしまうんですけど、一応サーボだけ仮で取り付けておきますね。で、本当はこの時点でメカ類ですね、一式つなげた状態で、通電させた状態で設定をしてから作業を進めてほしいんですけど、そこはちょっと今回はやりません。で、大体もうこの動画を見ていただいている時点で、それはもう分かってるよっていう方が多いかなとは思うんですけど、そこもちょっと分かんないよっていう場合には、他の動画、これもやっぱり他の動画で一通り説明していますので、WPL フルアクション化プロジェクトっていう動画が、これもまた長いんですけどね、あるので、それも概要欄に貼っておきますので、もしそこもチェックしたいなっていう方は、そちらを見ながら、このメカの設定方法ですね。搭載方法、設定方法っていうところを見ていただければと思います。このサーボの取り付けネジですね。よくここ、力が強すぎてパキッと折っちゃう人がいるんで、そこは気をつけてください。正直折れちゃってもそんなに問題ないんですけど、そのまま使えちゃうんですけどね。ほどほどで締めておきます。じゃあ今回はこのままちょっと詳細な設定はせずに、もう物理的に組むっていうのだけやっていっちゃいます。ちょっとここ見づらくなると思うんで、ここは止めとけますね。こんな感じで進めていきたいと思います。本当はこの時点で、このハンダ付けとか、メカの設定とかっていうのを済ませてから進めます。じゃあまずこのフレームの前後から確認していきたいんですけど、ここに穴が2個ありますよね。で、この穴2個の、今回この画面で言うと左側に3つ穴が開いてますよね。こっちが前です。で、この穴2個の右側に穴が1、2、3、4つ開いてますね。こっちが後ろになります。で、まず、ミッションを取り付けていきたいと思います。これですね。
今回2スピードミッションが付属してると思うんですけど、これをここに取り付けていきます。で、ここの穴がちょうどこの穴と同じ位置にあるはずなんで、ここはこんな感じですね。これで、まずこっち側つけちゃいましょうか。ここは一旦ナンバー1のネジ、ナンバー1の一番普通のネジを使って2箇所止めておきます。ここだけ残して、こことここだけ一旦止めておきます。この向きですね。この向き。で、今度はビーム、このシンプルな1本のビームですね。これをここにつけます。ミッションの1個後ろ側ですね。で、向きはスカスカに空洞が空いてる方を上にしといてください。で、こっちが下から見るとこんな感じですね。これがこうなってると逆なんで、そこは注意してください。この辺も一番普通のネジ、ナンバー1のネジですね、を使って締めていきます。で、今度ここでこのボスですね。今回一番大変だったこのボスがここに行きます。ここに1個残した状態で、ここにはまります。ここもネジ締めちゃいます。はい、今こんな感じですね。で、このまだちょっと無理が効く状態で、このプロペラシャフトですね、ここを取り付けておいてしまいたいと思います。これ全部がっちり組んだ後だと、こう入れるのがかなり難しくなってしまうので、なので、この D カット今、ちょうど下向いちゃってますけど、これは指で回すのはきついんですけど、こうペンチかなんかでこう掴んで回してあげると回るんで、こんな感じでこう上を向けてあげて、でここはまあ普通に組み立てて、でここちょっときついんですけど、今フレーム片側しかないんでちょっと無理が効くんですよ。なのでちょっとぐーっとこんな感じで入れてしまって、でいつもの通り D カットに合わせて芋ネジですね。はい、こんな感じで、ここですね。一通りリアはプロペラシャフトが全部つきました。で、続いてこれもつけちゃいましょうか。これもスカスカの部分が上ですね。こっちだと逆です。こうですね。これで、ここに最後の穴のところですね。ここに取り付けていきます。で、ここまで来たら、あとこれも取り付けが必要なんですけど、フロントの一番前のところのデッキですよね。その前に、一旦、こっち側のフレームも取り付けてしまいたいと思います。で、穴の位置を見ながら、全部の穴の位置が当然合う向きですね。を見ながら、ここにはめていきます。で、全部一気にはめにくいこともあると思うんで、まあ一番後ろから順に締めていくような感じでもいいと思います。一旦本締めせずに、仮締めって感じで、で、次ここですよね。ここに仮でネジ入れて、でここも締めて、で、多分この辺からちょっと辻褄合わせながら入れていくみたいな。ちゃんと位置を見ながら入れていくみたいな。そんな感じになると思うんですけど。このビームのとこは本締めしようかな。真ん中なんで、ぐーっと締めちゃいます。で、今度ミッションですね。ミッションの一番手前。で、この真ん中はネジ締めない。で、ミッションの右側。ここを締めていきます。で、この辺まで来たらもう様子見ながら、さっき仮締めにしてあったところを、もう本締めしちゃっていいかなと思います。はい。ここまで来ましたね。で、あとは、これを、このフロントのデッキですね。これをここに入れたいんですけど、ここはちょっと若干ややこしくて、いきなりネジで締めれないんですよ。で、どうするかっていうと、まあ、一旦ここにこうスライドさせるようにして入れて、ここですね。こことここに合わせ、
スイッチの穴がここに来てます。この向き。このパーツ。これを使います。これですね。これを使うんですけど、ちょっと一旦切り離しちゃいましょうか。はい。さっきのパーツですね。全部切り離したんですけど、2種類あるんですよ。この、形似てるんですけど、一つは、これ。で、もう一つは、これです。なんか、ちょっと形違いますよね。この、横向きに掘ってあるやつと、縦向きに掘ってあるやつ。このてっぺんの形状がちょっと違うのがわかると思うんですけど、これをちょっと間違えないように取り付けていきます。あ、で、これ違いが、この上の切り欠きの形状が違うだけじゃなくて、よく見ると下のここも違うんですよ。こっちが、リーフスプリングをねじ止めする方なんですね。で、こっちが、リーフスプリングをスポッて通すだけの方なんですね。なので、これをちょっと、これから、ここにつけていくんですよ。ここの溝に。この1、2、3、4。ここにつけていくんですけど、ここが、このフロントのアクスルを取り付ける位置になるので、これ見てもらうと、こっちが前ですよね。で、このプロペラシャフトがある方が後ろ側になるんですけど、ここネジ止めじゃないですか。こうやって。で、ここのなんか、鍵みたいな形になってる方が、スポッて通すだけの方なんですよ。なので、この穴が開いてる方。つまり、シャーシは、こうなるんで、この穴が開いてる方に、このネジ止めする方の、この縦に切り欠きがある、こっちのパーツを取り付けていきます。で、取り付け方も若干癖がありまして、ちょっと慣れないと難しいんですけど、ここをこうパチッて止める爪がついてるんですよね。この爪を、こんな感じで内側から、ここの溝にこうはめるんですね。ここに、この溝に、爪をうまくこう合わせて、で、ちょっとこう斜めにしながら、こんな感じで力を入れると、こうなかなかはまらない時もあるんですけど、うまく差し込むと、そんなに力入れずにパチッとはまるんですよ。ただ、まだネジ止めしてないんで、こうグラグラしてますけど、ここの爪を、まあ確実に今みたいにこう入れて、で、ここをネジ止めですね。で、ここはナンバー1のネジです。で、今度は、ここつけてみましょうか。ここも同じく穴が開いてるんで、ここに、こっちですね。この横向きに切り欠きがあるやつ。これを、こう、同じような感じで、こうスポッと入れて、爪がしっかり引っかかってるのを確認しながら、ネジ止めです。はい、こんな感じですね。で、反対側も一緒です。はい、これで、ここ4箇所ですね。ここを全部取り付けることができましたと。で、あとは、このサーボも一応つけておきましょうか。一応今回、ESC とか受信機は載せないんですけど、サーボはもともと付属してますので、一応これも仮で、位置合わせとかはできないんですけど、通電しないんで、まあ仮で取り付けていきます。で、サーボホーンもこれですよね。これが付属してるはずなので、これと、で、同じ袋に、このネジが入ってるはずなんで、サーボ用の、これを使って取り付けていきます。で、C シリーズだと、結構このサーボ、これぐらい斜めにつけてたと思うんですけど、リンケージの向きの関係で、まあ、最後に来るリンケージと直角の関係になるように取り付けなきゃいけないんで、かなり斜めになるのが C シリーズだったんですけど、で B シリーズの場合はそれがですね、ほぼ垂直か、まあ、ちょっとだけ右にあるぐらいになるはずです。なので、まあ、今回ちょっとほぼ垂直より気持ちこっち側、気持ちこっち側に傾いてるぐらいで進めていきます。じゃこれでネジで固定します。で、このデッキは C シリーズと共通なんで見慣れてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ここにサーボの耳が合うような形状になってるんで、ここにバチッと入れるだけです。こんな感じです。で、これだけだと下から力が加わった時こう
ポコッと簡単にずれて外れてしまうので、これですね。これで押さえておきます。これは、ここにこんな向きですね。こんな向きで、こことここに穴があると思うんで、そこに合わせて、これをはめ込みます。はい。こんな感じですね。ここに収まりました。で、ここのネジなんですけど、ちょっと長いやつを使うんですよ。この、ちょっと長めの8ミリのやつですね。ネジのある部分の長さが8ミリのやつ。これで届くはずなんで、これを使って、ここですね。締めておきます。で、この辺も、相手が樹脂なんで、あんまり強く締めると舐めちゃうんで、そこは気をつけてください。ほどほどでいいです。サーボは横の力、横の向きに加わる力は大きいですけど、縦の力はそんなに来ないので、軽く締めとくって感じで大丈夫です。で、今回はここも邪魔になっちゃうので、もうこんな感じで、配線はですね、止めておきます。はい、だいぶシャーシが形になってきましたけど、ここで一旦ちょっと内装ですね。これ、なんかシートがついてるやつ。これに、この可愛いシフトノブですね。これをはめ込んで、こんな感じですね。で、これをここに取り付けていきます。で、ここになんか斜めの位置で穴が2個開いてますけど、これをシャーシ側のここですね。ここに合わせて、こんな感じですね。こんな感じで、さっきの穴に、ここですね。ここを合わせるようにすればうまくフィットすると思うんで、こんな感じで乗せつつ、ネジで留めると。で、ここはナンバー2がいいですかね。この短くて頭もちっちゃいやつ。ナンバー1が短くて頭が大きいやつですけど、このちっちゃいやつ。ナンバー1でもいいと思うんですけど、ナンバー1使っちゃうと結構ここに埋まって取れなくなっちゃうことがあるんで、ナンバー2がいいと思います。これ、このネジですね。これを使って、ここと、ここですね。で、もちろんこの時点から、今回メカ積みしませんけど、メカを積まれる方は、メカを、この辺ですよね。この辺を活用して、メカを積みながら、製作を進めてください。で、今度、これか。これを取り付けていきます。もうこの辺はあんまり説明しなくても大丈夫そうかなと思うんですけど、一応ちょっと、これはつけておきましょうか。この、さっき仮でつけてたネジ、この必要に応じて外しながらもう一度取り付けるっていう風にしていっていただきたいんですけど、例えばこれは、ここに穴が2つ開いてますよね、奥に。で、これをここに合わせるんですよ。なので、このネジは外さないといけないですね。一旦外して、で、作業的には多分、先にネジを2つこの穴に通しておいて、こんな感じで、こうネジを通しておいてから、これをここに合わせて、この穴にめがけてねじ込むっていうやり方がいいんじゃないかなと思います。で、この辺も相手が樹脂で、ネジのかかりもちょっと浅めになってきちゃってると思うので、ほどほどのところで、ちょっと抵抗が上がってきたなと思ったら、その辺で、注意深く、その辺でやめておくような感じにしておくのがいいんじゃないかなと思います。で、ここしっかり取り付けができたら、これですね。これは上下特にないと思うんで、ここにパチッとはめておけば問題ないかなと。はい、こんな感じですね。で、もうこの辺からは、あと似たようなパーツをここにつけたりとかっていうのがあるんですけど、おそらく取説を見ながら進めていっていただければ問題ないかなと思うんで、で、そのうちここが登場すると思うんで、ここはやりますけど、ちょっとそれ以外の部分は、動画外でサクサクと進めながら、気になるところがあれば、前半みたいな感じですね。前半のボディを作った時のような感じで、気になるようなところがあれば、ちょっとお伝えしながら進めていくっていう風にしたいと思います。今ここ取り付けて、で、さて次と思ったら、もうここでしたね。また出てきたらやりますって言ったんですけども、すぐでした。ここにもう足回りを取り付けていきます。なので、ここはちょっと解説しながら作業をですね、進めていきたいと思います。
で、これですよね。これを取り付けていくんですけど、その時に、こちらのステアリングのリンケージ、こんな感じでここにつけないといけないので、まずこれを組み立てていきたいと思います。で、ここは、こんな感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、ちょっと20回ぐらい。20回ぐらいで、こうか。こっちはこうですね。で、こっちも同じぐらい。後でまあ、もし必要があれば、微調整するっていう前提ですけど、多分20回ぐらい回しておけばちょうどいいぐらいだと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、こっちはこの向きですね。で、ここもとりあえず両方ですね。このピロボールを取り付けて、で、この短い方。これへの字になってると思うんですけど、こんな感じで。短い方ですね。短い方を、この向きで、ここですね。ちょっと見づらいですね。ここじゃなくて、こっちにつけるっていう感じです。で、ここは、この短いタッピングじゃない普通のビスですね。これを使います。ここですね。ここに、こう取り付けて、下はもう、ネジがこっち側使ってるんで、上からはこの空いてる方を使うっていう感じですね。で、こうなりました。で、これを、一旦、もう、シャーシに取り付けちゃいます。で、取り付け方なんですけど、このフックのようになっているところを、ここにこう、入れ込みながら、こんな感じですね。こうしっかり引っ掛けながら、こう収めて、で、ここは確か後からでも入るかな。ちょっと一回やってみますね。ここしっかり引っかかってることを確認しながら、この状態ですね。この状態で、で、ここら辺にもうネジ穴が合うような感じでこう来てると思うんで、ここをネジで留めると。で、ここで使うネジはこれですね。ナンバー2っていう短めのタッピングビスで頭がちっちゃいやつですね。はい、こんな感じですね。ここと、ここをしっかりとネジで留めました。これでもうフロントはこうサスが機能しているような感じですね。こんな感じで。このリーフサスペンション、かわいいですよね。ちゃんとリーフサスになってるんで。で、このプロペラシャフトから付けちゃいましょうか。ここまず取り付けて、で、そうですね。いけますね。こんな感じで、ここに収めて、今 D カットが手前向いてるんで、それに合わせてこっちを回転させて、これで芋ネジですね。はい、これでプロペラシャフトは OK と。で、次に、ここですね。サーボとこのリンケージをつなげます。ここさっき20回ぐらいでやったんですけど、まだ足りないですね。もっと限界まで短いぐらいでいいですね。ちょっともう一回これ回し直します。締め込み直します。1、2、3、4、5。これぐらいで限界かな。もうちょいいけるか。6、7。これあんまり締め込みすぎると、こう中からモリモリって出てきて、ここを圧迫しちゃうんで、そこは注意していただきたいんですけど。で、こっちも、1、2、3、4、5、6、7、8。これ限界ですね。これぐらい。こうか。これで、こっちももうちょっといけるかな。限界ですね。これでまあ、もう限界までねじ込んだ感じになっていて、で、ここはまあスムーズに動く状態と。ピロボールですね。ピロボールはスムーズに動く状態。で、もういっぱいに短くしたっていう状態なんですけど、まあこれぐらいでいいと思います。で、またここ取り付けをし直して、で、サーボ側は、
この長めのナンバー2じゃなくて、ナンバー、何でしたっけ ?5 とかだと思うんですけど、あんまり使わないんですけどね。8ミリってやつか。ちょっと長めのやつですね。これがナンバー1の次によく使うナンバー2っていうネジなんですけど、似てるんですけど、もうちょっと長いやつがあるんですよ。で、こっちを使います。これだとちょっとギリギリ届かないぐらいなんで、で、これを使って、ここですね。この辺説明いらないかなと思うんですけど、ここにネジをこれ入れて、で、一番外か2番目ぐらい。この辺は判断はお任せしますけど、使ってるプロポセットとかにもよるんで、基本的にはプロポの方でエンドポイントアジャストって言って、最大の切れ角を調整する機能があるので、最終的にはそれでやればいいので、物理的に限界まで切ることができていれば問題ないので、理想は2番目でエンドポイントアジャストを使うぐらい、切れ角がいくのがいいんですけど、ちょっとそれは、個体差とかもあるので、今回は、その設定自体はしないので、一応1番外から2番目を使っておきます。で、実際作られる時も、1番外から2番目使って、切れ角足りないなと思ったら1番外にするっていう感じで、調整していただければいいかなと思います。ここも相手が樹脂で、なおかつ、ちょっと薄い形状なんで、そんなに無理すると、強く締め付けすぎると、ネジの穴が、舐めちゃうんで、そこはちょっと注意しながらやってください。はい、こんな感じで。結局ちょっと、これを限界まで短くしても、結構ここ斜めになっちゃう感じでしたね。ちょっとここ干渉しちゃうんで、こうやってやると、ちょっと気になるところではあるんですけど、もしここ、一応ある程度切れてるんで、そんなに問題はないと思うんですけど、もし気になる方は、こっちをちょっと短くカットするとか、もうちょっと本当に2、3ミリでいいと思うんで、左右。カットしてあげると、もっと詰めれると思うんですよ、ここ。で、その辺こだわってやりたい方は、ちょっとここ、両側2、3ミリカットして、詰めてもいいかもしれないですね。それかもっと短いシャフトに変えちゃうとか、そういう対応でもいいんじゃないかなと思います。あとは、一応ですね、さっき、ここのネジ穴、外側使いましたけど、内側ですね。内側も、下のネジ、すでに使ってますが、一応入れれるんですよ、上からも。ダブルで。下も上もっていう形でできるんで、そのようにして、ちょっとここの距離稼ぐとか、そんな感じにしてもいいかもしれないですね。この辺ちょっと走らせてみながら、皆さんそれぞれいろいろ工夫したりとか試しながら、微調整ですね、していただければと思います。では今回ちょっとメカ積みまではしないので、このまま進めちゃいますね。はい、今ちょっと作ってて、ここまで来たんですけど、ちょっと気になったところがあったので、基本的には取説見ながら進めていけば問題ないかなと思うんですけど、ちょっとここが分かりにくいんじゃないかと思ったんですけど、このボディですね。ボディはめて、で、これを結構下まで下げないと、後ろが乗らないんですよ。後ろのこのケースで、ここを押さえる感じになるんで、ここですね。ここを押さえる形になるんで、この爪がぐっと下に下がってないといけないんですけど、このボディをですね、押さえただけでははまんないんですよ。で、ちょっと広げると、しっかり下まで降りて、はまった状態になるんで、ちょっとここがポイントかなと思います。で、この状態になると、ここしっかり収まってる状態になりますので、この各ポストを、この辺のポストを、ちゃんとそれぞれ収まるところにしっかりつけてあげれば、取り付けができると。ここですね。この一番端、こことここを、こことここに収めて、下側からネジで留めるっていう感じですね。ここはナンバー2ですね。ナンバー2のネジ。で、この後ろ側もナンバー2ですね。で、2箇所留めて、これで、そうですね、がっしり止まったんで大丈夫かなと。ここまで来るとめちゃくちゃ迫力ありますね。でかいな。走らせたいな、これ。早く。で、結局ですね、これ、動画の最初の方で、多分色塗るから細かいとこつけませんとか言ってたんですけど、よく考えたらですね、これ、商品撮影用に、このまま、未塗装で完成させて撮影にしなきゃいけない。それにも、
使わなきゃいけないやつだったんで、結局ちょっと全部つけます。なので、ちょっと最初につけなかったこのミラーとか、細かいところですね、もろもろ今からつけて、で、最後にタイヤもつけて完成させたいと思います。もう多分、説明が必要なところはないと思いますので、で、タイヤなんかも、もうご存知の方ほとんどだと思うんですけど、タイヤつけて、で、接着してっていう、で、中にホイールウェイト組んでっていう作業必要になるんですけど、それはもう別の動画で紹介してますので、もし、多分皆さんわかると思うんですけど、これ買って組み立てるような方はですね、ただ、あれその辺わかんないんだけどっていう方いらっしゃったら、コメント欄から質問ください。そしたら、その動画のリンク、ご紹介させていただきますので、で、それ以外にもですね、ここがわからないよみたいなのがあったら、コメント欄からですね、ご質問いただければと思います。じゃあ、あと、このままですね、細かいところやって完成させてしまいたいと思います。はい、その後ですね、ちょっと変なところとか、難しそうなところがあれば、お伝えしようと思ったんですけど、特になかったかなと思います。取説の、組み立て図ですね。それを見ながらやれば、めちゃくちゃ難しいみたいなところはなかったんで、もうこれで完成となりました。細かいパーツも結局全部取り付けて、もう、後ろもこんな感じで、このスペアタイヤラックいいですよね、このここを開けるときに、こう、ここをこう開閉してからこう開けるって感じだと思うんですけど、よくできてるなと思いました。はい。で、やっぱり一番の魅力はここですかね、このサスペンション。これが、こう、シーソーみたいに動くようになってるんで、これは、また改めて、実際にもちろん走るようにして、で、その走ってる様子っていうのもですね、別の動画でまたお伝えできればなと思ってます。今回はもうこのキットを組み立てるっていうところまでで、終わりになるんですけれども、こっちが B36 が完成しましたと。可愛いですね、なんかこの、ずんぐりむっくりな感じが。ちょっと芋虫みたいですね。タイヤがいっぱいあるからかな。こっちが B36 で、こっちが B16 ですね。やっぱり、2台並ぶと迫力がありますね。もう、お互い6輪なんで。ちょっとこれ、また一緒に走らせてるところを、いつものメンバーで、こう、また、思い思いの多分塗装もして、で、走らせるっていう動画撮ると思いますので、それはまた、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。で、今回ですね、この B16 の方は、シャーシはもう基本、組み立て方一緒なんで共通の動画とさせていただいて、で、ボディの説明はですね、もう全然しなかったんですけど、おそらくこっちは全然、もう、こっちの B36 に比べたら全然簡単なんで、そんなに難しいところはないかなと。で、一応途中補足で1点のみ、この荷台のポストですね。荷台を取り付けるときにポストが3つ出てるんですけど、その真ん中を切り落とさないと取り付けられないというところだけ補足で入れさせていただいてたんですけど、それ以外に特に難しいところはおそらくないと思うので、大丈夫だとは思うんですけど、もしあったら、またそれもですね、コメント欄からご質問いただければ、文字でお伝えできる範囲であれば、文字でお返し、コメントに返信という形でお返しさせていただいて、で、最悪別動画で補足させていただくという風にさせていただければと思いますので、もし何かわからないところがあればコメントいただければと思います。はい。では今回ですね、多分めちゃくちゃ長い動画になっちゃってると思うんですけど、実際に組み立てながら見ていただいた方で、完成までしたよという方ですね。もうお疲れ様でしたとしか言えないですね。結構大変だったんじゃないですか。特に今回キットの組み立てしか僕はしてないですけど、実際に走らせようと思って組み立てる場合はメカ積みも必要なので、それもしながら組み立てられてっていう方、だいぶ大変だったと思うんですけど、その分走らせがいのある、6輪ですからね、走らせがいのある車なんじゃないかなと思います。はい。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。